こんにちは、ふたつきです。この前キャンドゥに行ったらレジンに使えそうな便利グッズを多く見つけました。以前から売っていたものもありますが、今回購入したものをまとめてご紹介していきます。レジンランプ用反射ミラーです。UV ライトの出し入れ口に設置して光が漏れないようにすることができます。UV ライトから出る紫外線は目に良くないので、これを取り付けると安心ですね。この商品はスタンド型にして使ったり、ライトに直接貼ったりできます。思っていたよりもペラペラで簡単に曲がります。厚紙みたいな重さでとっても軽いです。養生テープで使っているライトに取り付けてみます。貼り付けるとこんな感じです。サイズがぴったりでいい感じです。これで作業効率も上がりそうですね。お次はレジンクラフト用作業台です。私がよく動画で使っている平らなトレイと似たような使い方ができる商品です。コメントで平らなトレイってどこで買えますかと質問をいただくことが多くて、手に入れにくいものだと思っていました。両端が1センチくらい曲がっていて、台に高さがついています。これに作品を乗せて硬化すると、裏側からも UV ライトを当てることができます。ここにマスキングテープを貼り付けて空枠の作業台にしても良さそうです。こういう UV ライトに入れやすいサイズのものってあまりなかったので、100円ショップで買えるのは嬉しいです。私もいくつか購入したいと思いました。シリコンパレットです。これは何度も動画でご紹介したことがあるので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。シリコンでできていて、レジンを着色するときに使えるパレットです。これのいいところは、使い終わった後の片付けがとっても楽だということ。残ったレジン液を固めてから簡単に取り外して捨てることができます。最後はガムテープなので、残りカスを取り除けば新品同様に綺麗になります。本当におすすめなので、 UV レジンの着色をされる方はぜひ購入してみてください。レジン用仕上げクロスです。売っていることは以前から知っていたんですが、初めて購入してみました。クロスに研磨剤が入っていて、磨くとツヤツヤになります。出してみると少し粉っぽい布っていう感じがします。試しにちょっと曇っているこちらの指輪を磨いてみます。この辺りだけ磨いてみました。結構透明感がアップしたような気がします。磨き終わったレジンはツヤツヤツルツルしていて、ベタつきは全くないです。このクロス結構使えそうですね。ちょっと磨くのに時間がかかりそうですが、結構効果は期待できそうです。 LED ネイルライトです。以前ご紹介した100円のライトは USB 電源式でしたが、こちらは単4の乾電池を3本使います。コードがなくても使えるので、仮硬化するのに便利そうだと思って買ってきました。消費電力は 2W です。乾電池は付属していないので、別に準備する必要があります。後ろがスイッチになっています。こちらの LED 対応のレジン液を使って硬化具合を確認してみます。黒いシリコンマットの上にレジン液を少し出します。 LED ライトを当てます。1分経ちました。表面は結構硬化してカチカチです。まだ爪楊枝の跡が残ります。少しずらすと下側に跡ができます。もう少し当ててみます。2分ほど当ててみました。まだ表面に傷をつけられます。でも中はほぼ硬化しているみたいです。さらに硬化してみます。
連続で当てているとライトが少し熱くなってきました。あまり長時間の連続使用は避けた方がいいかもしれません。効果具合は先ほどとあまり変わらない気がします。これ以上当てても変化はなさそうです。裏側もかなり固まってベタつきはほとんどありません。仕上げに太陽光に当てるようにすればこのライトも使い物になりそうです。このライトは小さくて電池式の割にはパワーがあると思いました。仮降下させるときにはぜひ使っていきたいです。これが税抜き100円で買えるのはとってもお得だと思います。ここからは便利グッズではないのですが購入品を紹介します。モールドとレジンフィルムを購入しました。ドロップモールドです。雫型のモールドで通し穴が作れる突起があります。この形はペンダントトップを作るのに向いていそうですね。サイズはだいたい3センチ ×1.6 センチです。後で何か作ってみます。レジンフィルムのロマンティックとアンティークです。どちらも裏側が白くなっていて、色付きの下地の上に乗せても図柄がはっきり見えます。特にロマンティックの蝶々が可愛くていろんなデザインに使えそうです。たくさん購入したので試しに作品作りをやってみます。ドロップモールドを使って森の蝶々のネックレスを作ります。作り方の説明は簡単にして商品の使い心地なんかを合わせてお伝えしていきます。材料はこちらのものを使います。パステルの蛍光色プラス補助色のセットで着色します。まずは使いたいフィルムをカットします。蝶々は真ん中で折り曲げて羽ばたいているような立体感を出します。ドロップモールドに透明なレジン液を半分くらいまで入れます。蝶々のフィルムを下向きに配置します。硬化します。ドロップモールドに型の8割くらいまで透明なレジン液を入れます。葉っぱのフィルムを下向きに入れます。配置を整えて硬化します。レジン液を深緑色に着色します。調色パレットに透明なレジン液を少し入れます。ディープフタローグリーンのパステルを茶こしで削り入れます。しっかり混ぜてから気泡を抜いておきます。モールドいっぱいまで着色したレジン液を入れて硬化します。型から取り出します。表面に気泡が入ってデコボコができてしまったのでレジンを塗って修正します。表面全体に透明なレジン液を薄く伸ばして硬化します。モールドで作れるはずだった通し穴が塞がってしまったのでピンバイスで穴を開けます。このモールドの通し穴用の突起は短めです。作っていたら穴は塞がってしまうと思います。硬化が終わってから穴にピンバイスを突き刺して貫通させるようにしてください。くぼみがあるので穴は開けやすいです。キャンドゥのワックスコードとデザインマルカンを使ってネックレスに仕上げます。ワックスコードを適当な長さにカットします。私は50センチくらいにしました。デザインマルカンを開いてレジンとワックスコードを通したら閉じます。ワックスコードの端は固結びしておきます。できました。深みのあるグリーンのペンダントトップになりました。蝶々が立体的に見えて面白いです。このモールドの形は水とか海のデザインに使いやすそうですね。型から出した段階で表面がツヤツヤに仕上がりますし、とってもおすすめです。以上で今回ご紹介する商品はおしまいです。
使いやすさにこだわった商品が多くて嬉しいですね。他にもジェルタイプのクリーナーとかもあったんですが、それはガムテープで代用できそうだったので買いませんでした。これだけ良い商品があると今後のラインナップにも期待してしまいますね。私は100円ショップで使いやすいサイズの文字のデザインフィルムを出してほしいです。黒、白、ゴールド、シルバーの4色くらい売られていたら全部買います。あなたは100円ショップで売ってほしいレジン用品はありませんか？コメント欄に書き込んでみてくださいね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。